皆さんこんにちは。今日はね、こちら皆さんもねニュースでご覧になったかもしれませんけれども、新型ファイターということでね、見覚えのあるトラックがファイターと、いうことでねリリースされましたけれども、詳細をねちょっと私なりに語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ニュースとしてはフルモデルチェンジということでね終わるんですけれども、今回はねそれで済ませていい話じゃないと思ってます。今日押さえてほしいのは3つです。1つ、4トンクラスのね今までのファイター直列6気筒がありましたけれども、今回からねなくなったということになってます。2つ目、また1つ目のね内容に準ずるんですけれども、増トン仕様もねラインナップにあるわけですけれども、エンジンのラインナップはね240馬力の4気ということになっておりますので、そこがね、後ほど高馬力も出てくるのか分かりませんけれども、今現在は4気筒のね240馬力 A05 エンジンですかねのラインナップになっていると。3つ目なんですけれども、トラックをね車の出来で選ぶ時代が多分終わると思います。私はね車両を仕入れて、あとは販売をして、で下取りをねやってる立場であるんで、そこをね踏まえた形で話をしていきます。最後まで見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。次にこのスライドを見ていくとどんな感じかというところなんですけれども、こちらがね多分標準設定の箱ですね。で変更点簡単に説明をすると、カラードミラーになってます。5泥色と同色のカラードミラー左右についてます。で運転席側の補助ミラーはオプション設定ということで、標準ではね廃止ということになってます。でフロントマスクの変更点としては、フロントパネルのみレンジャーからねファイターに変えてるような印象で、フロントパネルも三菱ふそうさん今回はブラックベルトをねコンセプトとして出してますので、ブラックベルトのようなねフロントパネルになってるということでございます。ちょうどレンジャーの方も今月かな、新しくね2026年モデルということでリリースされてまして、レンジャーの方もこのねカラードミラーのね仕様に変更になっております。で次ですね。でまずね大前提からちょっと整理をしていくんですけれども、今年の2月日野自動車から三菱ふそうへこの中型トラックを OEM 供給するということが公表されてまして、昨日からねふそうに供給されるのは今回がこれが初めてということになってます。で、4月1日持ち株会社っていうのがね日野自動車三菱ふそうのね上にはあります。その会社がアーチオンという、会社でして、東証プライム、東証一部ですね、上場しましたというところで、日野さんとね不そうさんっていうのがその持ち株会社の下として並んだという感じになってます。でその流れでこの8月26日ファイターの発表ということで、レンジャーはレンジャーで一部改良という扱いで、先日ね出ております。でデリバリーは9月初旬から随時ということになってまして、当然皆さんねご覧いただいて分かる通り、今回のファイターは日野のレンジャーをベースにした車ですので、エンブレムねフロントパネルとかね、内装もハンドルのねマークが変わってるっていうね、そういう車です。こういう車最近は増えてます。イスズのフォワードもコンドルっていうことで供給してますので、同じようなね立ち位置というかね中身になっております。内装がどんな感じなのかっていうのをねちょっと見ていきたいと思います。内装に関してはハンドルがねちょっとご覧いただけるか分かりませんけど、こういう形で3ポインテッドスターになっております。あと変わった点とするならば、このちょっとね写真で見てる限りで何とも言えないんですけど、このシートのね色味が変更になってる気がします。レンジャーの場合はもう少しねオレンジっぽい色味なんですけれども、こちらはブラウンというかね、焦げ茶色みたいな感じのラインナップになってますし、あとはこうグローボックスなんかもね、おそらくこういう色は多分レンジャーなかった気がするんですよね。こういうちょっと色味の変更はあります。でこの内張りっていうのはね多分レンジャーもファイターも共通なのかなと思います。あとダッシュボードの色味ですねは今までと標準というか共通のデザインになってると思います。でハイルーフがあってとかね、もうこの辺は日野のお車と同じ設定になってますね。こうシートはねこんな感じの色味なんで、これはね差別化レンジャーとファイターでねされてるという感じになってると思われます。あとはメーターなんかもねデザインは基本一緒ですけど、スタートのアニメーションなんかはおそらく三菱ふそうファイターのねデザインが入ってくるものと思われます。あとはこのA05 エンジンっていうのがね前面に出てますので、 5100cc かなの240馬力ということで、当社でもね一時入れたことがあります。この、4気筒とあと
ちょっと排気量7000何百 cc の5気筒があるんで、そのね、どちらかからの選択だったんですけども、今回はもう A05 のみということになってます。しかしながらね、また後半になったらね、上位モデルが出てくる可能性もあるということです。で、トランスミッションは6速マニュアルと6速オートマってなってるんで、これがね AMT なのか本当ねオートマなのかはちょっとなんともこの文章ではわからないですけれども、あと注目なのがこの四輪駆動専用のね6速マニュアルも出されるということで、そこがねラインナップがねちょっと広くなってるというところです。あとはこういう安全装置がねついたりということですので、ね、どういう風になるのか、これは本当レンジャーと同じものだと思いますので、サイトアラウンドモニターシステムってね呼び名も一緒です。なのでね同じ性能のものがついてるということですね。あとこういうのもそうですね、ドライバー異常時対応システム、先だってバスがねついてましたけど、そういうのも今ねトラックがつくようになっております。もうこの辺もねもう今の現行の新車は全部ねついてきてくる感じです。あとこういうとこね、衝突以外軽減ブレーキ、日野のね車を肩入れするわけじゃないですけど、日野ベースのね車比較的僕は効く気がするので、ね、安心できるんではないでしょうか。あとスカニングクルーズ2ということで、これもね1と2がありまして、オートマだと2になるのかな。オートマの方がねストップ&ゴーができたりしますので、そういう意味ではオートマの方がねいいのかもしれません。ここからですねまたね語っていくんですけど、ここはねちょっと私テロップ自分で作ってみました。冒頭ねどんな感じなのか簡単にこうご説明をしていくわけですけど、ここはねちょっといろいろと4トンクラスの直列4気筒がなくなったというのと、増トン含めてね240馬力っていうことですね。でここまでの流れっていうことで、これもね先ほどちょっとご説明した通りですね、順次デリバリー開始が9月からってことです。でフロントマスクね3ダイヤがついててとかね、一文字の不装ロゴ、上下2段のヘッドランプ、上下2段ヘッドランプ上下2段というか中で2段になってますね。で助手席のアンダーミラーっていうところが変更点になってます。で運転席周りは3タイヤがねついてるとかね、センタートレイの色がね変更になってたり、内装はねブラウンなんですけど、でもね色味はね少し変わってる気はしますね。シートのねこれデザインも一緒です。ダイヤ柄になってたりとかね、アームレストがついてたり、これはもうね一緒のデザインですね。でやっぱこう直列6気筒がね終了したっていうのがね一番大きいんではないでしょうか。今までね直列6気筒があるから、例えばレッカー車とかだとね増トンモデルだとやっぱりもう不走の車じゃないとダメだよねとかね言われてたんですけれども、それがねなくなるっていうので、普通にねカーゴ系だったりとか増トンでもねそんなに積載稼がないタイプの増トンであれば4気筒でもねいけなくはないかもしれませんけれども、今回ね6気筒終了ってことになると、おそらくねレッカー車なんかはね運用が非常に厳しくなりますので、レッカー車のベースとしてはファイターがねなくなるという、ちょっとそこで6気筒が終了ということになってます。6気筒のねフィーリング大好きだっていう人もねいらっしゃると思うんでね、そこがもう国内の車ではないというところで 6M60 からねもう A05 っていうことになるということなんで、そこがね注目のポイントの一つということになってます。で A05C ですね、こちら日野のエンジンになってます。 5.1 リッターなね直列4気筒のエンジンでございます。でインタークーラーターボということになってますね。写真で見てもらうとちょっと分かると思うんですけど、ヘッドカバーがね非常に短い感じになってます。これがね4気筒の特徴ではあるんですけれどもね、直6だともう少しね長い感じになるんで、エンジン自体がやっぱコンパクトになってるということです。で2番、ここね大型のねファンとかねファンカップリングがついてるということと、または側面にね燃料系やね補給類がついてるという感じのエンジンになってます。スペックは240馬力、だいぶねちょっとね低い馬力ですけど、でトルクが794ニュートということになってますね。ちょっとね乗ってみなきゃ一体どんななのか、一応情報ではね全車共通ということになってますけど、おそらくこのエンジンで増トン厳しいんじゃないかなと思うんで、もしもね後から出てくる可能性はあるんでね、そこはちょっといろいろちょっとね待ってみたいと思うところでございます。で次ミッションですね。でこちらは3種類あるということで先ほども話しましたけども、まず 6MT 標準的なねやつですね。当社も 6MT を買うと思います。でこれはねオーバードライブ化してワイドレンジになってますよということで、小燃費走行ができますという。で 6AT ですね、こちらのクラッチ操作が不要ですと。どうなんでしょうね、プロシフトのやつなんですかね、ちょっとそこが不明ですけどね、普通のトルコンかもしれませんし、ちょっとこの情報がね何とも言えないですけど、あとは 4WD 専用の 6MT ということで、こちらも軽量化されているということでございます。でもねやっぱり最近の流れだとこの 6AT はね非常に注目なのかなとも思います。やはり限定免許の方も多いですしね、で物流業界も未経験でね入ってこられる方も非常に重要な人材になってきますので、各会社さんね 6MT を入れるっていうのは、戦略として持っといていいのではないのかなっていうふうに思います。
で一番ここがね効いてくるっていうところで、これはね今までの4トンもそうなんですけれども、仮想バリエーションがね保たれてるということで、ダンプシャシもあるし、で4駆モデルもあると。増トン設定としては11トンと14トンということで、多分ね2レフとかもあるんですかね。ちょっとそこは後日になると思うのでまだ何とも言えません。4駆モデルもありますよという感じですね。であとはトラックコネクトね、これはもう全部について今までも言いましたので、昨日のトラックコネクトになってくるということになります。でもね、車種のバリエーション増えるって言ってもね、もともとあったんでね、ここは維持されたということになってますので、いろんな仮想は比較的できる、まだまだ使っていただけるということになってます。で先進システムですね。これはもうサイトアラウンドモニターという、日能はねプロフィアからレンジャーからねついてますけど、飛び出しとかね、左右の見通し悪いところのね出会い頭、こういったものの警報があったりしますし、あと巻き込みはね今もう標準設定になってますけども、そういったのもついてるということですね。あと車種変更ね警報、あとハンドルのね補正なんかもプロフィアついてますけど、そこまでがねついてるのかちょっと何とも不明ですけれども、そういった日野に準ずる安全装置ついてくるということです。で小売希望価格っていうのはね出ております。このね金額見るとびっくりするんですけど、標準のショートキャブ強化ダンプリーフサス仕様で1100万9900円か、1100万円ですよね。今までもう4トンってもう10年ぐらい前だったらね、半年ぐらいで下手したら買えてたと思うんですよ。もうそれが倍額。もちろんこれはね小売希望価格になるので、ここからのね値引きは多少なりともあるとは思うんですけども、この幅広のフルキャブのエアサスのウィングと1600万ってもうこれね大型の価格ですからね。大型は今ちょっとこれじゃ買えないですけどね、価格が上がってるというか、サプライヤーとかも今海外のサプライヤーさんとかも多いですし、開発自体も海外が多いんで、そういったところのね価格設定になるとどうしても今日本円弱いんで円安が続いてますから、そういったところも加味されてる価格かなっていうふうにはね思ったりします。僕ら扱ってる側からするとなんでねこういうことになったのかっていうところで、服装はね今までの従来のファイター30何年間ね一緒だったわけですけども、それをなくしてもやはりね服装さんのブランドで、残したということですね。中型だから販売店からしたらうちで全部揃いますとね、失うと言えなくなるんでね、これは商品の話ではなくて販売網を守るという話。メーカーさんごとにねひいきにしている運送会社さんって当然あるじゃないですか。そういったところで中型買えなくなると困るよというので、ラインナップとして残しているというところですね。で2つ目はね、これから何で選ぶのかっていうところなんですよ。で結局ベースが同じってことはスペックは一緒なんですよ。だから車の出来で比較はできなくなります。じゃあ何で決まるかっていうと、結局のところ販売店の対応、サービス網とか部品のね入り具合であるとか担当者、そして条件ということになってくると思います。冒頭でね車の出来で選ぶ時代は終わると言ったのはこの意味なんですよね。悪い話ばかりではなくてですね、営業と整備がしっかりしているところが正当に評価される時代になっていくということが言えるんではないかなと思います。で次、最終型の直録ファイター持ってる人、部品のね供給だったり中古の相場買い替えのタイミング、むしろこっちの方がね多くの人にとっては現実の問題だと思います。直録の新車が買えなくなってくるっていうね事実が今度どんどんね定着してきますので、既存車の価格の値がねどのようになるかなと、ここは動き見えてきたらまた面白いのかなと思います。ある意味ね価値が担保される可能性もね十二分にあるということなんで、次にね当社もちょっと買うかねわからないんですけど、探りを入れてちょっと注文をね入れさせてもらえるか聞いてみたいと思います。三菱輸送だったらねうちはサブディーラーになってますので、当社とセノプロですね在庫っていう形でね入れられる可能性がありますので、そこを聞いてみたいんです。まずね低馬力のね4気筒しかないっていうところがね、非常にネックにはなってくるんで、そこがどうなのかディーラーの担当の営業さんいますんでちょっとね聞いてみたいと思います。ちなみにね教えてもらいたいのが、直録と直音どっちがいいでしょうか。直録のがねパワーとかトルクもありますし、直音だとねエンジン軽いので積載稼げたりしますけど、皆さんどっちがいいのかね、あとはMT か AT、どっちがいいのか、こういったところをねもしご意見をお持ちであればコメントで残していただけると大変ね嬉しいです。全部ね読ませていただこうと思ってます。それではねちょっと長くなりましたけれども、こんな感じでね動画の発信終わらせていただきたいと思います。またご視聴のほどねよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。